じめられてるのは分かってた。お風呂に一緒に入ってる時に辛い、で限界ですって言って、転校も考えます。そう、いじめって結構しんどかったり、人によってはすごく心に残って人生の本当に歯車も違っちゃうぐらいトラウマになると思うんですけど、では本日もはいお悩みに答えていこうと思います。はい、男の子のお悩みに答えていきたいと思います。ちなみに前回言いそびれたんですが、はい、個数は現時点で856。856、なかなかですね。はい、ありがたいですね。ありがたいです。ぜひぜひ今回も真面目に答えていきましょう。はい、真面目にね。ではいきます。カスカスさん、カスカスさん、25歳です。はい、小学生の頃にいじめられて、それ以降いじめがなくなってからも高校卒業までいじられてきたおかげで自信そのものがなくなりました。はい、でもモテるには自信を持つのが大事というのを見て、何とかして自信を持てるようになりたいのですが、瀬戸さんはどうやって自信をつけていますか？なるほどね。まず難しいですよね。その女の子っていじめられてくる理由が様々なんですけど、具体的な理由は、大体わかるんですよその妬みだったりひがみだったり羨ましいって気持ちから来てたり、逆に好きだからいじめちゃうとかもあると思うんです。気になる、可愛いからいじめたくなる。ただ学生、本当にちっちゃい頃の学生ってやっぱ社会が狭いから言葉一つ二つが原因でそういじめに発展したりとか、友達が友達じゃなくなったり、急に仲悪かったのに友達になったりとかあると思うので、そこは何とも言えないんですけど、まずそのメンズのいじめの原因とかが分かんなくて、男の子が男の子にする。そう、女の子はね、もう大体パターン化がいやめっちゃわかります。そう分かるじゃないですか、はい、当事者たちは分かると思うんですけど、メンズのいじめもそうだし、いじりに発展してしまう理由って何なのかなっていうのを確かにそう、解像度が高い40代独身の方に一回聞いてみたいなと思います。確かに40代独身男性に、はい、そうっすね。だから、マウントの取り合いだと思います。マウント。そうっすね。だから特にだから小中学ぐらいまでって亀山さんと一緒なんですよ。なるほどね。はい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 。ボスザルは誰か。もうそれこそね、漫画クロスとか。もうカーストだよね。カーストっすそうね、ね。女子もそれはそうだと思う。そうですね。カーストを気にする。やっぱ上に上り詰めたいよね。だから蹴落とすのがそれってことですか？のもあるし、女性よりちょっとエグいのはやらなきゃやられるから。弱肉強食の部分がちょっとありますね、多分。確かに、いろんな人がいると思うんですけど、本人からしたらもういじめてくる時点でこいつらに価値がない、だから言い返す価値もない、この時間が無駄だ、じゃあ黙って過ごそうって人もいると思うんです、じゃあ黙ってて手出た瞬間、強かったらみんな手出してこないんですけど、手も出してこない、口も出さないってなると、ただの的になっちゃうっていうのは一理あって、それが原因で自信がなくなってるってところからずっと永遠と来てると、多分それの過去があるから、周りが軽いいじりだったとしてもスルースキルが多分身につかないというか、どうしてもマイナスに考えちゃう。私もいじめられてきたし、そう、いじめって結構しんどかったり辛かったり、人によってはすごく心に残って人生の本当に歯車も違っちゃうぐらいトラウマになると思うんですけど、ちなみに瀬戸さんの時は同性から？いじめられるぐらいは同性ですけど、言ってしまえば女の子から嫌われやすい女の子だったんですよ。その小学生の頃とか静かで本読んでて端っこでみたいな。そうなんです、だけどなんかすごい末っ子だから人に甘えるのが上手で、大人に甘えるのが上手だったんですよ。そこでなんかみたいな、なんか私たちにはなんかドライなのに大人になんであんななってんのみたいな感じで見られてたのかなとか今は思うけど、そこまでしなくてもよくないみたいなこともありますよ。
瀬戸さんのさ過去の話ちょっとされたと思うんですけど、あの時その時いじめられてる自覚みたいなのはありました？いじめある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 。瀬戸さんがどうやってそのいじめられてると思ってる時に解消してったかみたいな、解消していったか。私別にいじめられてた人とずっと仲良くしてたんでそう今も友達なんですけど、そうなんですか？だからかな。いじめられてた人を今も見てるから、人として人間性を見てきて、あ、こいつはこう考えてたんだみたいな。どういうこと？話を整理しましょう。さっきそのいじめられてるなっていうのが小学生ぐらい。はい。で今でも仲いいんですよ。全然定期的に会うんで。当時の彼女、女の子、女の子は瀬戸さんに対していじめてる自覚はあったんですか？あったのかな、ないのかな。でもあったと思います。私がそれで一旦距離を置いてるんで。はぐられたり？いや、私が抜けました、グループを。自分で環境を変えたんで。自分っていうか物理的に、変えたんで。これあれなんですけど、まさかのお母様そう登なんですよ。場っていう。ママさんがいます。なんかね、難しいんですけど。ちょっとね、この後約束があったんでね、おそう母さんが登場されましたということを今ここで伝えておきます。すいません。お母さん的にはその当時感じるものはありましたか？なんかすごい戦ってるな、頑張ってるなみたいな。いじめられてるのは分かってた。ね、されてくることは分かってたけども、それが本人がいじめられてるっていう意識なのか判断がつかないから。だけどお風呂に一緒に入ってる時に言ったよね。まあね。辛い。で、もうこれは限界ですかって聞いたら限界ですって言って、そこから学童じゃあやめましょう。で、その何人かとはもう同じクラスにはしないでくださいって学校にも言って、もし同じクラスになるんであれば、ちょうどクラス替えがあったんで、なるんであればもう転校も考えます。髪の毛も切ったの。あ、そうだね。変わろうとしてた。世界観を全て変えようとして。なんで髪切ったんだろう、私。突然髪切りたいって言って、そうだったっけ？じゃあすごい長かったんでね、ずっとね、切りましょう。そうだったっけ？それでクラスが変わる時も同じクラスにしないでください。そうすると友達関係もゼロスタートになるんですよね、小学校の高学年で。そっから変わったんだよね。友達関係も変わったもんね。変わったし、社交型になりました。私は保育園育ちなんで、もう決まってるんですよ。保育園ってもうだいたいメンツがもう自我ができた時から。確かに。っていうので、新しい輪を広げるのがすごい苦手で、決まってるグループの輪に入って守られてたのが、自分から輪に行って入れてみたいなのを初めてしたのがそれだったんですよ。なるほど。自分を変えようと思って自分から声をかけようみたいな。だからほぼイキリみたいな私の友達とただ話してる人に「ねえ」みたいな「ねえ、まるまるじゃん」みたいな「同じクラスよろしくね」みたいな「いやおみたいな「仲良かったっけ」みたいな感じだったと思うけど、そうやって仲良くなりました。怖くなかったですか？怖いですよ。異世界転生レベルでそんな怖いめっちゃ泣いたもん。でもしょうがない、やるしか。やっぱだから自分で切り開いてったってことですね。でもみんながみんなその強さがあるわけじゃないんだけど、だけどね、行動したもん勝ちなんですよ、これって。もう大体もう弱いって言って諦めてるだけなの。小学生から中学生にかけてですね。6年生5年生ぐらいからだよね。5年でもう学童辞めたんで、6年から1、2年、中学1、2年にかけて3年間でキャラめっちゃ変わりました。中学の人が思ってるキャラと小学校の時の人たちは多分最初ってなったと思います。端っこで本当に人見知りばっかしてる子だったんで、私。里菓子みたいな子だったんだよね。よく言う、そう、親戚にめっちゃ言われる。綿菓子みたいな。ちょっとクイってやっただけでもシャーみたいな
傷ついちゃうみたいな。そう儚げで砂糖菓子みたいな可愛らしいだったのにね。そう、今ではこんなに強くなって。はい、鋼のメンタルバチコーイってバチコーイって感じ。でもそうしたことで鋼のメンタルの友達が増えて自分のマインドが上がります。自分が変わると周りにいる人も変わるって言いますよね。そうなの。だから自分が下を向いてたら下を向いてる人しか来ないから自分を否定しかできないんですけど、頑張って上に食らいついた時に肯定してくれる人が増えますね。私を肯定してくれる人がすごい増えて、守ってくれる人も増えたし、そこは自分で変えたやり方かなってすごい思います。はい私だったら自分のじゃあいじめられた過去をもう自分の中で消化して、自分の中でこの人はこうだったのかもしれない、こうだったのかもしれないって言って仮説を立てても納得させてるんですよ。別にそこの真相はだって当時の子供なんて分かんないじゃないですか、なんでこうしたのかああしたのか。そこにあんまりそのなんで僕がとか、なんで僕だけが、なんでどうしてっていうところに縛られるとどんどん自信はなくなっていくのかなって。なんでかっていうと、じゃあいじめてた人たちが今目の前に立っていじめてくるかって言ったら全然いじめられないと思います。もうモラルもちゃんと身について人として成り立っちゃってて、でいじめた人って多分忘れてる、言った言葉もしたことも。私たちされた側が思ってること、残ってることに関心がないんですよ。でも過去の関心がないものに自分が縛られるのが私はもったいないなって思うし、自分の中で区切りをつけて大人の自分を磨くっていうのも一個の手だと思うんですけど、他人からの影響でなくなった自信は他人からの影響でしか上げられないと思うので、褒めてもらうとか能力を認めてもらう、見つけてもらうっていう風に転がっていくともっともっと成功例が増えるから、今までの人生で成功してきたこと、やり遂げてきたこと、全部評価されてきたものがあるのに、そこの過去の一個のことだけで全てがマイナスにいってるんだと思う。思考が多分落ちてるから。でもその思考を変えるのってなんていうんだ、自分で行動して周りから認めてもらってるっていう承認欲求を押し付けるのではなくて、自分の中で他人の人に評価されるっていう努力をして、それが認められたっていう自分の中でちゃんと承認欲求を満たされていかないと、そのトラウマはずっと残ると思います。どうしてもじゃあ肉体的にチェンジできた、その時の自分とは変わったからいける人もいると思います。だから私の友達でも自分にコンプレックスがあって、そこのコンプレックスを直したら内側まで変わるって子もいたんです。だからそれを考えると自分を磨いて外から変えるのは全然ありかなって。すごく強い言い方にはなっちゃうんですけど、悲劇のヒロインだけじゃ誰も助けてくれないっていうのがあって、過去のそういういじめとかを理由に今の自分を肯定しちゃいけないと思ってて、もちろんそういうことがあったからこうなんです、それはすごいわかるんですよ。それは傷であり本当に傷が残ってるんで、だけどそれを全ての理由にしちゃいけないなって思います。なんでかっていうと、全ての理由にすると全てつながっちゃうんで、結局マイナスなの。ここがマイナスなのにプラスなことだったり今の自分につなげちゃうとマイナスにしかなりえないので、だったらこういうことがあったけど僕はこう思うからこうしました、過去にちゃんとしてあげることが大事なのかなって思います。縛られない思考回路にするにはどうしたらいいんだろうね本当ですね。どうしたらいいんでしょう。難しいよね、でも時間が経てば経つほど傷はなんて言うんだろう、別の思い出とか別の経験で癒えていくものなので、完全には消えないんだけど、そこにもうベールを敷いていくしかないんですよ。確かにベールを敷けるいい思い出をたくさん作っていくしかないですね。そうでちゃんと自分をそこから切り離す。
いやもう自分は気にしないんだって、そんなのに縛られないぞっていうなんか風に思えるぐらい自分のことを好きになってほしい。多分その過去から自分のことを否定的に見てると思う。常に自分のことをダメだとか何とかができない、こうできない、人と比べてばっかりで自分のことを自分が一番見れてないと思うんですよ。ああ、そうかもしれないですね。だからちゃんと自分を自分で見てあげる、自分のことを好きになる努力をする。好きになる部分は何でもいいと思います。自分の好きなものを追求して、あ、こういうのができるんだ、僕は努力家だなとか、あ、こういう才能があったんだ、すごい難しいと思うんですけど、別に行動して一回失敗してでも立ち上がってる姿を見て嫌いになる人はいないと思います。もちろん上からバカにしてくる人はいるかもしれないけど、そこにグサって刺さらないようにペッてなんかこうペッペッてできるぐらい自分を好きになれたら、自分を肯定できたらいいんじゃないかなって思います。すごいなんかすっごいいい話になってしまう。やっぱね、時には真剣にね、いや、いつも真剣なんですけど、そうすごくいい話になってしまいました。参考もあるんじゃないですか、いじめられてる方も。こんななんか戦略的にいじめ解決した人の話あんま聞いたことない。ね、でも環境からね。環境、見た目、マインドはね、もう後からついてくるから、もう行動、即行動です。髪を切る、見た目を気にする、友達増やす、声かける、失敗いっぱいするで、しょうがないとか自分はこれしかできないとかって甘えだから、自分は甘やかさない。どんなに失敗してそれが怖くて本当にもうやりたくない、人前に立ちたくないと思ってもしょうがないってやるしかないって思うようにしてました。だから今辛い思いをしている子たちは自分を嫌いにならないように、まず大人にブレーキをかけてもらう。でもしそこの周りの大人の人が全員ね、味方になってくれるわけじゃないので、そこはもう自分で戦うしかないです。結局人はみんな一人だから、一人だけど周りに人はいるんで、一人と一人の人間がちゃんと向き合えるように、まずは自分を好きになって自分を肯定してあげれるように自分の努力をするしかないと思うので、そこは変えていくしかないよねって。何か好きなものを作ると自分を好きになれると思うので、好きなことをしましょう。好きに生きよう、自分の人生だもん。なんか少しでも気持ちが晴れたら嬉しいです。てなわけで今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントどしどしお待ちしてます。今日も見てくれてありがとうございました。毎日頑張ってて偉いよ。またね。頑張って上に食らいついた時に肯定してくれる人が増えますね。自分を好きになれたら自分を肯定できたらいいんじゃないかなって思います。好きに生きよう、自分の人生だもん。